久慈の名店鬼は内の味を引き継ぐそば。同じく名物でっけえおにぎり。体が温まるカニひっつみ定食。ジューシーで柔らかい人気の鶏天。今日は二戸のお蕎麦の名店福わらしをご紹介しましょう。久慈のそばの老舗名店鬼は内でそばの打ち方、返しの作り方、天ぷらの揚げ方、盛り付けの仕方などについて修行、伝授を受けた店主が2012年町屋の食べどころ福わらしとして店を開きました。建物は今年で築121年と改修はされているものの、明治38年に建てられた米町呉服店の建築物の柱や梁がそのまま使われており、明治商家の風情を残しています。福わらし定食、名物でっけえおにぎりにかき揚げとそばかうどんがついてきます。麺は温かいのでも冷たいのでも選べますが、私はざるそばにしました。このでっけえおにぎりは久慈の鬼は内のメニューにあったものをそのまま受け継がれています。残念ながら久慈の鬼は内本店は2020年5月に休業となっています。鬼は内セルフ店がありますが、そちらで扱っているのは普通サイズのおにぎりだけ。休業して6年になりますが、名店の再開を心から願っています。さて、ざるそば、その鬼は内譲りの手打ちそば、食べてみましょう。つゆに薬味のもみじおろしとネギ、わさびを溶かします。そばの香り、つるっとした喉越し、さすがです。そば湯。そば湯の栄養効果は賛否いろいろあるようですが、私は好んで飲んでいます。体にいいと思えば美味しいのですよね。体も温まりますし、何よりも水分補給は大事です。もちろんある程度の塩分も。大抵出されたそば湯は全部飲み切ります。鶏天とオクラそばセット。柚子ポン酢につけた鶏天です。この鶏天が実はこの店の人気メニュー。定番メニューには載っていませんが、あればぜひ頼んでみてください。唐揚げとはまた違った鶏肉の美味しさを実感できます。すごい柔らかいですね。ジューシーで柔らかい。ポン酢につけて食べます。美味しい。カニひっつみ定食。ひっつみは岩手県の郷土料理。カニの香りがいいですね。透明で味わい深い美味しいスープ。とろろがついてました。醤油を入れてうずら卵を潰して混ぜ混ぜ。ちょっと待って。お漬物も一緒に、ご飯と一緒にいただきます。こちらはきんぴらごぼう。昭和レシピチャンネルの半世紀前のレシピもぜひご覧ください。お待たせしました。はい釜揚げセットです。はい、どうも。釜揚げセット。
釜揚げうどんは茹で上がった麺を水で締めず、熱々の一番美味しい茹でたてうどんが楽しめるんです。滑らかでふんわりとした食感、薬味との相性も抜群です。ネギにもみじおろし、白ごま、かすかな小麦の香り、唐揚げも美味しそうです。サラダ用のドレッシングですが、唐揚げにもかけちゃいます。どうですか？ジューシーな鶏肉。昭和レシピチャンネルの唐揚げのレシピ動画もぜひご覧くださいね。はい、こちらわらび餅ですね。ありがとうございます。食後のデザートはわらび餅。日本の代表的な甘味ですね。きな粉が体にとても良いのです。きな粉は育毛にも良いと言われています。黒蜜の原料の黒糖も育毛に良いのでダブル効果が期待できますね。失礼します。サラダうどんと、はごめんなさい、こちらに鶏天入れちゃいました。ははい、い、どうぞ。サラダうどん、これは懐かしいメニューだったので冬でしたがつい頼んでしまいました。30年以上前に東京でよく食べました。サラダうどんは新宿にある三国市といううどん屋さんで始まったのですが、うどんに汁をかけてサラダにドレッシング混ぜながら食べるのですが、さっぱりと食べられて女性に人気でした。それがここで食べられるなんてメニューで見つけて嬉しくなりました。丼物も頼んでみましょう。カツ丼。このカツ丼は卵のとじ加減がちょうどよく、カツも美味しく満足のいく一品でした。カツ丼は私のソウルフード。昭和レシピチャンネルでもカツ丼のレシピを紹介していてこだわりがあるんです。丼ではなく上品にお重に入っていましたが、これはほぼ100点満点と言っていいカツ丼でした。どうもごちそうさまです。美味しかったです。はい。二戸にある地元のソウルフード単一パンを最後に紹介しましょう。ここは中は撮影禁止なので買ってきてお見せしましょう。こんにちは。昔某ボクサーがテレビで紹介していたのですが、有名人やテレビだったらいいんでしょうかね。 YouTube もいろいろありますから、どんな紹介のされ方をするのか心配になるのも仕方ないですが、いつか昭和レシピチャンネルが信頼されるチャンネルとして世間に認められるように頑張りたいと思います。テレビは地域限定で1回見られたら終わり。だけど YouTube 動画は半永久的にずっと後まで残って世界中で見られ続ける映像資産。それだけにその責任の重さを感じながら作成させていただきたいと思います。余計な添加物が入っていないパン、それだけにできるだけ早く食べた方が美味しいので、買ってすぐに車の中で食べます。
中身を選べて、私の選んだのは黒ごまとチーズ。そしてこちらはいちごジャムとバター。今お蕎麦とカツ丼食べてきたばかりなのですけどね、軽くさっとお腹に収まります。9時にかつてあった松屋ベーカリー、今も人気の盛岡の福田パンと並んで、二戸のソウルフードパン一パンおすすめです。それでは9時から美味しい情報を発信する昭和レシピチャンネル、登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。モバイルから見ておられる方はハイプもポチッとよろしくお願いいたします。紹介してほしいお店やコラボも募集しています。お気軽にご連絡ください。9時の奇跡の整体院マッサージオリエンタルへもどうぞお立ち寄りくださいね。現在初回はお試し価格で受けていただけます。会員になっていただくと、ご自身の体を大切にする時間を無理なく続けていただけるかと思います。んでや、まだナス、ノス、ベモス、チャウチャウ。